こんにちは、まさおみです。本日は皆様が気になるであろうお金の話をしたいと思います。マレーシアに来てどのくらい生活費がかかるのか不安ですよね。はい、私も不安でした。正直ね、物価が安いと言っても全然見当がつかなくて、もう本当に、マレーシアに来てから家計簿をつけ始めることにしました。で、現在もう1年経ちまして、大体のお金の流れが分かったので、今日は毎月の生活費について、私の場合ですよ。私の場合、あくまでも私の場合ですけど、私の場合の生活費をシェアしたいと思います。それでは早速行ってみましょう。レッツゴー。まさおみチャンネル。それでは私の家計簿の詳細を紹介していきたいと思います。家計簿を紹介する前に、まずこちらを見てください。こうですね。ではまたこの辺に出します。まず家計簿の内訳を見る前にカテゴリーだけ紹介させてください。まず家賃ですね。もうこれは簡単。家賃、毎月かかるものです。食費についてはスーパーで購入したものになります。テイクアウェイはカウントしておりません。テイクアウェイは次のカテゴリーの外食に含まれます。外食プラステイクアウェイですね。外食は単純に本当に外で食べたというものになりますね。はい、次ネット通販ですね。ネット通販、もうこれは簡単です。日本で言えば Amazon のようなものが、マレーシアにもいくつかあります。こちらで購入したものになります。次が通信費、スマホ、Wi-Fi。マレーシアでは家に接続する Wi-Fi は必須だと思いますので、こちらはおそらく皆様かかっているものだと思います。次、レジャーですね。海外旅行でしたり、飲み会、観光、このあたりはレジャーのカテゴリーになっております。次が光熱費です。光熱費に関しては、日本と変わりません。電気、ガス、水道です。次、交通費なのですが、こちらは電車とバスのみになります。その都度払うのではなくて、チャージしてから使うので、チャージした金額が乗っかるという形になります。毎月いくらというふうにかかるものではありません。ちなみにこの交通費なのですが、私は出勤が家での作業でしたので、会社に行くことは一度もありませんでした。ですので、その点はご理解いただければと思います。はい、最後がグラブです。グラブタクシー、グラブフードが入ります。わかりやすくするためにできればグラブフードしか使ってないので、グラブのアプリにトップアップしたときに料金が乗っかるという形ですね。はい、こちら最後重要なことなのですが、マレーシア入国後、就労ビザで入る人は、最初の半年間、所得税、日本でいう所得税ですね、こちらが 30% 取られることになります。はい、この点だけお気をつけください。この 30% は入国して半年間、勤めた後に申請をすれば、後から戻ってくることになります。ですが、入国して間もない頃、30% 取られるのはね、本当にきついんで、マレーシアに移住する方はその点も考慮してください。入国して間もない頃は、お金がとにかく出ていきますので、その点は計画的に考えた方がいいと思います。特に最初、家を借りるときには敷金、礼金もかかりますし、欲しいもの、必要なものが出てくると思います。そこで毎月 30% ずつ引かれると結構厳しいものがありますので、30% 引かれる点だけはお忘れないようにしてください。それでは、家計簿アプリの方を使って見ていきましょう。まず、こちらですね。こちらのアプリを使っております。このアプリのいいところというのは、リンギットで打っても日本円に勝手に換算してくれるところです。ですので、だいたい買った後、どのくらいの買い物をしたのかなっていうのが日本円で一目でわかるようになっております。それでは開いていきましょう。5月とか6月とか7月とか、この辺でもうだいたい安定してきたので、その後はつけてません。それではちょっと一つずつ見ていきましょうか。例えば、1日を押して、詳細が出てくるんですね。
一番上、本日の出費が2608円。これは円換算になってます。で、詳細については、リンギットで 28.83。だいたい899円ですよというふうに表示がされてます。で、こちらタップすると、そうですね。金額と、あとレシートですね。こういうふうにレシートを表示することができます。28.8 リンギットを使ったよというふうになってます。で、こちら 28.83 を入力して、カテゴリーをこの中から選んで、今回は食費なので食費を選んでいるということです。で、はい。で、これをすると勝手に899円と表示してくれます。で、このようにですね、次の段に行くと 9.7 円ですね。ごめんなさい。次の段は 9.7 リンギットを使ったという形になります。はい。こちらもイオンですね。おそらくイオンで違う店舗で買い物したんじゃないかな。よく覚えてないですけど、この時のことは。という風になってます。外食ですよね。36? これもちょっと見てみましょうか。何食べたんだ ?7 月1日。とんかつ食べたんや。こちらはレシートではなく写真を載せてますね。このように、何枚も載せることができます。例えば写真の他にレシートも載せたいのであれば載せることができます。こんな風にですね、2日は524円の出費ですね。これは円換算になってます。なんだこれ。五輪儀たこ焼きや。たこ焼きを食べたんだね。懐かしいな。この時行ったんだ。違う日も見てみましょうか。例えば5日。この日は、ここですね。2329円の出費です。見てみましょう。2.4 リンギットの水って書いてあったな。おそらく、そうですね。2.4 となってます。懐かしい。フルーツ。10リンギ。屋台で買ったフルーツですね。おそらくこの他に何かを買ってるんですね。スイカで10リンギはありえないんで。という形になってます。放火10リンギ。なるほど、なるほど。レシートでもいいんですけど、こういうふうに写真も載っけられることですごいわかりやすくなってます。で、これ、個別に見てもおそらく、つまんないと思うので、簡単に、そうですね、通信費、タイム、134リンギットの通信費がかかってますね。これはタイムの領収書ですね。こんな風に、何でもアップロードができるようになってます。で、こちら、7月の場合なんですけれども、こちらです。この7月に使った一覧で見ると、出費が13万6000、だいたい500円。1日平均で4400円ぐらい使ってるという形になりますね。で、中でもその中でも一番を占めているのが家賃。この図を見ると一目瞭然なんですよね。例えばもう家賃は変わらないので、レジャーのところ、こちらを押してみると、このように、使った一覧が出てます。外食を押してもこのように一覧が出ます。すごいな。こんな外食してるんや、やっぱり。これ便利でしょう。かなり。ね。で、食費もこんな風に出ますよね。
うん。という感じで、このように見ていただければわかるのですが、だいたい外食と食費、外食1、自炊1のペースで2食で、どっちか1食は外で食べるっていう感じですね。さあ、これを見て何か気づきませんか？これを見て何か気づきません？月の出費の半分ぐらいが家賃なんですよ。もうこれ一目瞭然ですよね。6月見てみましょうか。6月なんかこんなんですよ。12万かかってて、6万2千円。だから半分以上が家賃で占められてます。で、これね、家計簿つけ始めて分かったんですけれども、結局、家賃が一番高いんですよ。生活する上で。なので、もう次引っ越すときは、家賃安いところに行こうかなと思ってます。5月もこんな感じですよね。12万6千円、12万6196円において 49.42% ですよ。2000リンギの家賃ですから、まあ大体勝手に計算してくれます、これは。ああ、この時はペナン行ったんや。なるほどな。ペナン1万7000しか使ってないの？うん。って感じになります。おそらくそうだな。あと知りたいところ、私の場合は先ほども言いましたが通勤がないので、電車賃などは本当にご飯を食べに行くときしかかかりません。あとはグラブですね。ネット通販、もうそんな買ってないね。水道光熱費も興味あるかな？ガス代が、こっちじゃない方がわかりやすいか。15.34 リンギットです。まあ、約478円。これ、料理してですからね。料理して、まあまあ料理してますよ。結構俺する方だと思う、逆に。一日一食はしてるので、一日一食やってますね。あと、そうだな。日本と違う点は、今のうちの場合で換算するとお風呂はガスじゃないんですよね。お風呂は電気です。あったかいお湯出すために。ボイラーは電気なので、そこは日本と違うかもしれません。まあ、じゃあ逆に電気代見てみましょう。下の方段ですね。59.7。これはですね、普通。うちに関しては普通です。1862円。安いね。これね、まあまあ使ったよ。まあまあクーラーも使って59.7。寝るときは確実につけてますね。寝るときは確実につけてるし、あと、電気代でしょ？ずっと在宅だからパソコンは常につけっぱなし。パソコンつけっぱなしでしょ？で、仕事中もクーラー使う。ああ、そっか。仕事中は半々かな。クーラーを使ってる時もあれば扇風機の時もあるし、なんとも言えないですけど、まあ大体半々ぐらいですね。寝る時は、寒くなるまではエアコンつけてます。このような感じです。5月25日に払ったんですね。というところかな。だいたいこんな感じじゃないかな。あと何か知りたいものってありますかね？逆に。ペナン行ってこの値段じゃ安いね。まあ、あとね、まず、そうだな。身の回りのものにお金を使わなくなりましたね。例えば洋服ですとか、服？あと余計なものは買わなくなりました。マレーシアに渡航して物件を選んで住む場合、だいたい家具付きの家に入ると思うんですよ。結局家具付きなので余計なものを買わないでしょ？余計なものというか、まあ備品ぐらいしか買わないですよね。ただ、契約が1年か2年なんですね。まあ今回1年で契約切れますけど、引っ越しをするときに
今度逆に大変になっちゃうんですよ、物買うと。それもあってだいぶ物は買わなくなりましたね。引っ越しが大変になっちゃうので、心がけてる。例えばじゃあ外食見てみましょうか。これも心がけてます。一人で食事する場合は、基本的に25リンギット以上の食事は、外食はしません。25リンギ以上の外食は一人ではしないかな。これは心がけてます。おそらくだから、これなんだろう。24。これもやっぱり友人との食事ですね。その辺かな。心がけてることといえば。これを見ていただけるとわかるのですが、マレーシアは本当に美味しくて、安くて美味しいものが多いです。ですので、高い料金を使わなくても美味しい食事ができます。本当に外食を我慢しているというわけでもなくですね、これなんて 8.5 リンギですよ。経済飯。エコノミックライスですね。だから、特に外食を我慢してるわけでもなく、ただ、外食すると基本的に野菜は取りにくいですね。だから、その点だけは注意かな。その分、スーパーで、サラダなどは買ってますね。マンゴー買ったんだ。R2E2 って書いてあるもんね。っていう感じですかね。やっぱり、ケーキ。ケーキか。これはちょっと値段がバレるとまずいな。プレゼントしたものだから。そうね。これも、まあ、出勤がないからなんでしょうけど、1ヶ月これチャージした金額なので、20リンギットしかチャージしてないんですよ。だいたい片道、そうだな、3リンギぐらいだからな。もし、わからないこととかあったら、聞きたいこととかあったら、気軽に聞いてみてください。今回はお金に関するお話、マレーシアでの生活費のお話をさせていただきました。ちなみになんですけれども、マレーシアに来て、マレーシアの給料でやりくりして、1年間に貯まった金額は、180万円でした。さあ、これが多いのか少ないのか分かりません。何とも言えない。他の人のは分からないので。で、プラスですね、この180万円に、6ヶ月分の税金、半年間ですね、30% 取られた分の税金が戻ってきますので、プラスアルファいくらかっていう金額ですね。はい、それでは次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。チャンネル登録してね。